吉野川くずはの、それにつけても金の欲しさよ。はい、どうも。即席 VTuber の吉野川くずはです。今日は競馬ではなくてですね。投資の時間です。今回の動画を撮るためにコツコツ100万円を貯めましてね。それを使って国内株式を買って億万長者になるまでの軌跡を記録していくわけですよ。お金も増えるし、動画もきっと大人気。最高の企画じゃないですか。ということで、動画の準備のために少し株を買ってみましたので、結果どうなったかを早速見てみましょう。このネタのために BGM を作ったかって？イエス、このために作りました。このネタのために40万円負けたかって？ノー、そんなわけないでしょう。動画にする前まで115万円まで言っていたので、一気に55万円負けたんですよね。すごい。一瞬でお金を失ってしまった。なぜこんな大失敗をしてしまったのか。それは忘れもしないあの5月、ソフトバンクグループが大きく下げた時にすぐに戻るだろうと飛びついてしまったんですよ。しかしその後も今日に至るまでズルズル値は下がり続けています。二度と同じ思いをしたくない。というかこの負けを取り戻したい。でも次に大きな勝負をしたらお金がなくなってしまう。そういった考えに取り憑かれてぐるぐるしているうちに気づきました。なんで投資で勝負とか博打をしているんだろうと。趣味の競馬ですら過去10年のデータから分析しているのに、なぜ株では突っ込んでしまっていたのか。そう、これは私が失ったお金を技術を駆使して取り戻すまでの記録です。当面はテクニカル分析という手法から一つ一つ実際に試していきます。その最初のテーマはこちら。最も有名な株を買うタイミングについて一緒に学んでいきましょう。国内株式100万円を取り戻すチャレンジ、ゴールデンクロスを狙え。本日の流れはこの通りです。チャートの見方、ゴールデンクロスとは、実際にやってみた、まとめ、という順番でお話ししていきます。実践の前にまずはお勉強から始めましょうか。チャートの見方。本動画はマネックス証券など証券会社のホームページに記載されている株式に関わる解説の情報を元にしています。また要所要所で書籍の力を借ります。今回は株価チャート読み方の基本という本を使いました。あとチャートはトレーディングビューというツールを試しに使っています。詳細は以下のブログにまとめていますのでぜひご確認ください。さてさて、チャートとはグラフのことです。ここでは株価の値動きのグラフを指します。その値動きを表すのがこのローソク足です。一定期間の始め値、終値、高値、安値を表しています。その日の最初の価格が始め値、最後の価格が終値ですね。その日の一番高い価格が高値、一番安い価格が安値です。それがローソクみたいな四角で表示されることからローソク足と呼んでいます。なお、この値動きを1日単位で表示する場合には日足とも呼びます。ローソク足で表す値動きをまとめるとこんな感じです。始め値と終値がローソクの四角で、高値と安値がヒゲと呼ばれる線で表示されます。値が上がった時には白い四角で、下がった時には黒い四角で表示されます。上がった時を陽線、下がった時を陰線と呼びます。同じ色だと区別がつかないから白黒で表示するんですよ。ちなみに始め値と終値が一緒ならば十字で表されます。証券アプリによっては白黒以外の色で表示されたりします。私が使っているマネックス証券では陽線が赤、陰線が青で表示されます。一方でトレーディングビューの基本設定や Yahoo、ファイナンスでは逆の色使いなので注意が必要です。ローソク足を時系列に沿って並べたものをローソク足チャートと呼びます。これにより長期間の値動きを表しています。単純な線グラフよりも相場感や値動きの上限下限を読み取りやすいため株取引の基本として使われています。ここから先はローソク足チャートを使って解説していきます。このローソク足チャートを見ていくと上がり調子の時と下がり調子の時がだいたいわかります。その時の値動きの上限下限は1本の線を引くことでおおよそ分かったりもします。上がり調子の時の下限をサポートライン、下がり調子の時の上限をレジスタンスラインと呼びます。こういったラインを引いておけば売買のタイミングがつかみやすいですよね。あと、調子という言葉を投資においてはトレンドと呼びます。上がり調子は上昇トレンド、下がり調子は下降トレンドと呼びますので覚えておいてください。
このレジスタンスラインとサポートラインはまとめてトレンドラインと呼ぶわけです。値動きが一定の範囲で繰り返されることもあります。この状態を横ばいトレンド、あるいはボックス相場とかレンジ相場と呼びます。この場合のトレンドラインは上下にかけますね。このラインを上や下に飛び抜けたタイミングをブレイクアウトと呼び、売買のタイミングと言われています。さあ、この章の最後の解説です。移動平均線とは一定期間の価格の終値の平均をつないだものです。5日、25日、75日の平均線を使う人が多いようです。他には10日や100日、200日の平均を見ることもあるようですね。この線の角度や重なりを見ることで相場の方向性をつかみやすくなります。過去の平均データから未来を予測する。これがテクニカル分析の基礎です。こうして聞いてみると、博打ではなく理論で勝てるような気になりませんか？ゴールデンクロスとは？さて、代表的な買いのサインであるゴールデンクロスについてです。ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ突き抜けること。それが上昇トレンドに入った可能性を示すサインだそうです。短期移動平均線は5日、長期移動平均線は25日を用いることが多いようですね。実際のチャートで見てみましょうか。日経平均からゴールデンクロスを見てみましょう。まずこちら。そしてこちら。どちらも5日線が25日線を下から上へ突き上げています。見てお分かりの通り、その後も株価は上昇していますね。しかし、1回目のゴールデンクロス後は少しして下がっているのが気にかかります。これ、実は買えるゴールデンクロスと買えないゴールデンクロスがあるんです。買えるゴールデンクロスの条件は、それは25日線が上昇中であること、そして株価が25日線より上にあることです。クロスした時に鋭く上に突き上げていると短時間で大きく値が上がる可能性があります。つまりクロスした瞬間に勝ったら大儲けできるのではと思うわけですよ。同様にクロスした時がなだらかだったら長時間で徐々に上昇する可能性があります。個人的にはこういう株をのんびり持っておきたいところです。一方で買えないゴールデンクロスとは、それは25日線が横ばいまたは下降中の場合です。特に下降中の場合はすぐに値も下がるリスクがあります。先ほどの日経平均についても一つ目のゴールデンクロスはこれだったんですね。今まではこれに気づかず買って損していたのかもしれません。では実際にやっていきましょう。これまでの失敗は取引方法を気分で決めていたせいだと思うんですよね。あ、安い、買おう、的な、あのソフトバンクを忘れない。なので、大まかに4つのルールを考えました。1つは、銘柄を取引時間外にじっくり決めること。はじめ値の成り行きか、あらかじめ決めた指値で買うこと。差しなりでもいいかもですね。ともかく思いつきでは買わない。売るタイミングは決めておくこと。確実な利確、損切りができる環境を作るということですね。最後に東証一部銘柄から買うこと。これは取引量がある程度多くテクニカル分析が通用する銘柄を狙う目的です。この4つのルールを大体守ることができれば少なくとも大損はしないだろうと思いたいところです。買う銘柄は大体毎晩1つずつ決めていきます。一晩で一気に買うと一気に損が出る可能性もあるので少しずつ買うタイミングをずらしてみます。その上でマネックス証券のスクリーニング機能を使ってみます。特定の条件を検索する機能があるんですね。例えばこの検索条件を見てください。3日間以内にゴールデンクロスをした東証一部銘柄を絞り込めます。この機能はパソコンのみならずアプリからも使えるのでぜひ使ってみてください。きっと他の証券会社にも似たような機能があるはずです。じゃ、やっていきましょうかね。三菱自動車、6月30日にゴールデンクロスを確認。7月1日に313円で1000株購入しました。2021年2月以降はボックストレンドです。下限280円、上限340円で推移しています。ゴールデンクロスのタイミングで買っても旨味がなさそうなのですが、上抜けする可能性もあり買ってみました。1回目のチャレンジは残念でした。予想より早く陰線が出たため、翌日に損切りしました。早速、3500円の損です。トレンドラインを引き直してみると、短期的に戻ってくると見受けられます。その時に、また上抜けを試せばいいかと、一旦は様子見としました。
そして待つこと3週間、一気に値が下がって当初ラインを引いた280円に接近。ここで買い判断をしたところで決算発表がありました。投資家があまり期待していなかったところからの営業黒字転換。いわゆるサプライズ決算ですね。そこから動きが鈍くなったので利確しました。この取引で4万5000円の儲けとなりました。ちなみに今年は大損しているので取り戻す分には税金が発生しません。スライドではざっくり手数料だけ引いています。次は三菱製鋼。鉄鋼系は世界的に調子がいいみたいですね。ただ、この会社は業績が悪かったと聞いています。自動車部品を扱う特殊鋼のメーカーなので、自動車生産がコロナ禍で業績を落とした煽りを受けたようです。ただし、三菱自動車のサプライズ決算もあった通り、2021年度は自動車も復調の気配。それで、このゴールデンクロスを気に買ってみました。三菱製鋼も2021年春からボックス相場と思われました。950円くらいにラインがあると見て、そこを超えるか落ちるかを試してみました。そうすると、ゴールデンクロス後に急上昇、急激なライン超えがあり、970円に刺さって利確となりました。ボックス相場から急激に値を上げた際には、一度ライン付近まで値が下がることが多い印象のため、差し値に置いておいた次第です。これで1万8000円の利益でした。この時良かったのが、翌日も下がらずレンジを抜けてきたこと。まだ上昇の途中と判断して買い直し、これで2万円の利益を得ています。三菱製鋼はその後も1100円前後で揉み合っていますので、一度この辺りで手を引いたのは正解だったかもしれません。村田製作所は7月2日にゴールデンクロスしました。そこから大きな陽線が3連続で出ています。これはいわゆる赤三平上昇トレンドの兆候ですね。ちょうどこの3本目のところで購入することができました。赤三平は強い上昇サインと聞いていたので、取らぬ狸の皮採用をしました。過去の売り時からどこが売り時か考えてみたんですよね。こういう大きな気持ちになった時は大抵うまくいかないもんです。2日後に前日の始め値まで下がったので利確の差し値に刺さりました。大きい金額の株だったので慎重にいったのは良かったかもしれません。実はこの後一度大きく下がっています。ただ成功事例はここまでです。次の銘柄からは徐々に雲行きが怪しくなっていきます。富士屋についてはゴールデンクロス後にやはり急騰しています。ただ買うのが3営業日後とやや遅かったようです。勝った翌日に陰線が出た上に、その夜にダウが大幅安となりました。初め値で損切りを仕込んだのが間に合い、1500円損で済みました。翌日値を戻してますが、その後も急降下、急上昇を繰り返しており、難しい銘柄でした。ライオンもゴールデンクロスがあり買ってみました。このチャート、下げ止まった感がありますよね。ボックス相場っぽい感じでいたので、上抜けすれば短期間で稼げるかもと、そう思ったのですが、すぐ5日線が下降し始めたので手放しました。1000円負けです。スノーピーク、アウトドア用品で有名ですね。コロナ禍での空前のキャンプブーム、このゴールデンクロスはチャンスだと思いました。しかし、急激な上昇により利確ラインに刺さりました。この後、さらに500円も値を上げているので、儲け損ねた感はあります。ただ、こういうのは値が下がるのも早いんですよね。セガサミーホールディングス。セガといえばゲームですが、ゲームセンターの機器でも有名ですね。サミーといえばパチンコ台。これにより、業種は機械のカテゴリです。コロナの影響が大きそうですが、これもそこ売ったのかなと買いを入れました。死にました。勝ったその日から下がり始め、ダウ大幅安。翌日売りの決断をしましたが、流れが早く2万1000円の損切りとなりました。カルビーでもやってしまいました。ゴールデンクロスを確認して勝ったその日から大幅安。ダウ暴落が決め手で手放しましたが、これも1万3000円の負けでした。西日本に強いホームセンターのコメリ、ホームセンターもコロナ禍で好調のイメージです。しかし、こちらもダウ大幅安で諦めました。4000円の損切りです。ここら辺は利確、損切りの計画も何もなかったですね。うっかり買ってしまったのが進学会ホールディングスです。北海道の塾経営が中心の会社です。ゴールデンクロスはさておき、謎の取引急増がありました。
なんと信用倍率85倍。早々に引き上げて1000円の利益。今も徐々に値を上げてますが、いずれは急落しそうで怖い銘柄です。キヤノン、辛かったです。急騰に飛び乗ったら一瞬で戻ってきました。17,500円の負けでした。まとめ。夏枯れ相場に差し掛かりましたので、記録は一旦ここまでとしました。約1ヶ月記録を取って5万円の利益、60万円が65万円となったというだけなら嬉しい結果ですが、銘柄ごとの勝率は5勝6敗。単純に考えれば負け越しで儲けが出たのはラッキーのような気もします。大きく買ったところは単純にゴールデンクロスだけではなく、ボックストレンドからの上抜けを狙った結果と思います。ゴールデンクロスだけを狙う売買はどうだったか。印象としてはせわしなかったです。値の上げ下げが急激で毎晩売買を考えるのがしんどかったですね。短期の売買はギャンブルになりやすいので好みでは、まあ好みなのですが投資では良くないですね。決算発表時期をまたいだのが価格変動の大きさの一因だったと思います。ただ日経平均が下降トレンドとなった中ではこれで利益を出せたのは検討した方ではないでしょうか。後負けを少なくするには売りの判断をもっと勉強する必要がありますね。最後にまとめとして、ゴールデンクロスにも買えるものとそうでないものがあります。25日線が上昇中であることが基本です。加えて株価が25日線より上のものを買いましょう。クロスの角度による話ではありますが、大抵は価格変動が激しいので、売り時の勉強も必要と実感しました。私の身銭を切った実践動画が皆さんのお役に立てば嬉しい限りです。人生100年時代、これで50年くらいは働かずに生きていきたいですね。ということで、今回の投資のお勉強はここまでとなります。大儲けしようぜ。さて、エンディングです。ここまでの解説は吉野川葛葉が務めさせていただきました。いかがでしたか？もしお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう一度言ってみましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくね。ああ、それにつけても金の欲しさよ。ということで、またお会いしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。